この動画はリゴルの提供でお送りします。こんにちは。オシロスコープの新興勢力のリゴルから新しいオシロスコープが発売されましたので、そのレビューを今日はしていきます。これがオシロスコープ本体です。今回のオシロスコープはリゴル初となる垂直分解の12ビットのオシロスコープです。12ビットなんですけど、価格がかなり安くなってます。なんと100万円切っています。オシロスコープの価格について詳しくない人多いと思いますが、12ビットで100万円を切るというのはかなり安いです。正直言うと安すぎる価格破壊レベルです。価格だけを見るとすごく安くていいんですけども、実際に使ってみるといいところと悪いところも見えてきます。今日はその悪いところも含めてレビューしていきます。このオシロスコープ12ビットのサイズにしてはかなり小さいです。しかも軽い。重さは 3.8kg。オシロスコープ本体の他に付属品として受動プローブが4つと、あと電源コード、そして USB 接続のコードが入っています。割と標準的な構成です。プローブの帯域は直流から 500MHz まで。減衰比は10対1の固定です。オシロスコープ本体をもう少し詳しく見ていきます。まずは電源を入れます。起動時間も一緒に測定します。はい。起動時間はだいたい25秒程度です。12ビットオシロスコープの起動時間としては早い部類に入ります。プローブをテスト端子につないだまま起動すると起動に失敗します。多分キャリブレーションのところがちょっとこけてるのかなといったところです。オシロスコープは DHO4000 シリーズの 800MHz モデルです。サンプリングは MAX4GB サンプリング毎秒。こちらの DHO シリーズ、もともとは HDO という名前でした。ですけども、他のオシロスコープメーカーの方が先に発売していたオシロスコープと名前が被っています。HDO シリーズですね。ですので、発売後に一度名前を変更して DHO シリーズとして新しく販売を再開しています。発売された時はものすごくこれ注目していたんですけども、これ名前がちょっと他のメーカーと被ってて YouTube で動画出せないなっていう風になってました。いろいろと商標の関係とかもありますから。ですけど今回DHO シリーズとして名前が変わったので、改めて YouTube で紹介ができます。皆さんリゴルについておそらく知っていると思いますが、簡単なスライド2枚を使って説明させてください。リゴルは電子計測器のメーカーですね。で、どういったところが強いかというと、比較的低価格帯のオシロスコープ、あとは電子計測器の、そういったところに強みがあります。例えば Amazon とかでオシロスコープって検索すると、多分リゴルが一番上に出てくるんじゃないかと思います。電子工作をやる人ならこのオシロスコープ1回は見たことあると思います。リゴルの割と低価格帯のオシロスコープは、その電子工作の愛好家からも非常に評価は高いと、一見的には思ってます。ちなみに一見が個人用で一番最初に購入したオシロスコープがリゴルの4チャンネルのオシロスコープです。エントリーモデルのやつですね。今は昔と比べて少し値上げされてしまっていますが、4チャンネル 50MHz、1GHz で88,000円、かなり安い部類ではないかと思います。ちなみにこれ昔55,000円で買えました。こういった5万円から10万円くらいの価格帯のオシロスコープでかなり強い存在感を放ってます。でそれ以上の、10万円以上50万円くらい、50万円から100万円程度の割と中価格帯のオシロスコープや電子計測器の部分でも最近はいろんな製品を売り始めています。次はリゴルという会社自体についてです。1998年に中国で電子計測器メーカーとして創業してます。こういったオシロスコープとかスペアナとかそういった電子計測器を扱うメーカーとしては新興の部類です。創業してからなんやかんや、24年くらいやって、そしてですね、今年2022年の4月に上場してます。電子計測器のメーカーで新しく上場するっていうのはなかなか聞かないと思います。ちなみに動画撮影時点12月の時価総額ですけども、110人民元。日本円に直すと2100億円っていうとんでもない時価総額になってます。ここ1年から2年くらいはどんどん新製品も開発して、それを市場に投入していると。当然ですけども中国国内のメーカーですので中国の電子計測器の需要を満たす必要があると。それ以外にも最近ではオシロスコープのアナログフロントエンド部分に使われるオシロスコープ用の ASIC も自社開発してます。こんな感じで中国の勢いが伝わってくるようなメーカーです。で、オシロスコープなんですけど OS が入ってます。OS は何かというと Android の OS が入ってます。オシロスコープに入っている OS としては Linux か Windows かそれか独自の組み込みの OS だったりします。
で、Linux とか Windows を積んでるとちょっと起動に時間がかかりますね。Android OS を使っているオシロスコープは割と珍しいのではないかと思います。このオシロスコープディスプレイのサイズとしてはまあまあ普通かと思いますが、タッチパネルに対応してます。で、感度はですね、まあそこそこといったところですね。悪くはないです。ただものすごく感度が高いかというとそこまで高くないですね。オシロスコープとしては標準的な感度です。ただこの更新のフレームレートが比較的高いのでそこら辺は満足しています。ちなみに波形の移動こういう風にできますし、あとは波形の拡大と縮小も指でこういう風にやるだけでできます。タッチパネルの方でもチャンネルの追加はできます。ここを押すとチャンネル4が追加されました。波形を消すときはどうするか。このタッチパネルのところを押して、で下に引っ張ると。ここがですね、若干のもたつき感はありますけども、まあこんなもんだとは思います。こんな感じですね。操作のラグ感については、チャンネル数が少ないうちはいいんですけども、チャンネルの数をちょっと増やしていくと、こういう風にラグ感が少し増えます。ただこれは仕方のないことですね。内部でする処理の数が多くなりますので、これについてはある程度は許容する必要があるかと思います。ちなみにこういう風にウィンドウがいくつも出てる UI に対応しています。リゴルからアクティブプローブを出ている数は今は少ないです。将来的にオシロから電源供給するタイプのアクティブプローブも出てくるとは思います。それに備えているような印象ですね。こちらの方にアクティブプローブに電源を供給するためと思われる端子が存在しています。ちなみに現状はオシロ本体から電源供給できるアクティブプローブのラインナップは少ない状態です。オシロ本体と同じくらいプローブも重要なので今後頑張ってほしいところではあります。ちなみになんですけど、チャンネルやトリガーの設定オートでできます。早いですね。2秒かかってないですね。相当早いです。4チャンネル分あっても動作としては結構早いです。はい、こんな感じですね。タッチパネル側の操作ですが、この有効になっているチャンネルをもう一回押すと、こういう風な見慣れない画面が出てきます。これは何かというと、オシロスコープの内部の接続ですね。このシリーズから内部でどのように接続されるのかが、分かりやすく表示されるようになってます。これは今までの伝統的なオシロスコープにはない表示です。新しいメーカーだけあって色々トライしています。確かにこの表示の方が視覚的に分かりやすいです。なんでこういう風にしたかをちょっと考察するんですけども、今回の12ビットオシロスコープ100万円以下で購入できるわけです。今までの12ビットオシロスコープって数百万円ぐらいしていたわけですね。その値段が下がっていくと、今までこういった計測器類に触ってこなかった人も、こういうのを扱えるようになります。オシロスコープを使い慣れていないユーザーにも分かりやすくこの表示を見てもらうという風に配慮したのではないかと考察しました。この画面から色々飛べるようになっています。例えば、チャンネル2、チャンネル3、チャンネル4という風に飛べるようにもなっています。例えば、ここグラウンドになってますけど、ここを押すと、こういう風にグラウンドに接続されると。で、ここもそうですね。AC、DC あるんですけども、今 DC 側になってますが、これを押すと、こういう風に AC モードの結合になります。で、入力インピーダンスは今1メガオームですけど、50オームのインピーダンスも用意しています。で、ここ今タッチパネルで書いていますが、このインピーダンスの部分をこういう風に押しても変更はできます。こちらの左の方に行けば、プローブの設定に行けますし、こういう風に色々とできると。で、バーティカルの設定に行けば、先ほどの画面に戻ります。で、このファインなんかもここでできますね。あとは波形の縦軸のスケールなんかもここで調整はできたりします。バイアスであったり、周波数のフィルターですね。20MHz と 250MHz があります。で、あとは波形の反転であったり、スキューの調整もできます。この画面からトリガーに飛べますし、あとはアクイジションも飛べると。で、メジャーにも飛べます。設定画面には物理ボタンを押しても当然ですがいけます。トリガーを押せばトリガーになりますし、メジャーを押せばメジャーの画面に行くと。で、アクワイアを押せば当然ですが、こちらですね、アクイジションの画面に飛びます。で、画面の左下にリゴルのマークありますけども、ここからいろんな設定に飛べると。画面の右上の方にもショートカットがあって、こちらの方からも各設定に飛べるようになっています。例えばここに電圧メーターがありますけども、こんな感じで
電圧値がしっかりと表示されます。こういった電圧メーターなんかは12ビットオシロスコープならではのものかもしれません。ちなみにこちらに追加した項目ですが、右の方にフリックすれば消えます。チャンネルなんかも同じですね。こういう風にフリックすれば消えます。ウィンドウの数なんですけど、例えばこういう風にマスをどんどん追加していくと、それに従ってウィンドウもどんどん追加されていきます。ウィンドウの追加は左下からできます。XY プロットの追加できますし、マスの追加もできます。オールメジャーなんかの追加もできますね。これ結構、はい。すべてのメジャーの結果が表示されています。それ以外にもデコードなんかもあります。ウィンドウの数が多くなってくると、さすがに動作がね、かなり重くなってきてますね。これは仕方ないことですね。実際に使える窓の数ですが、このディスプレイの大きさ的に4つが限界かなといったところです。もう少しいろいろな機能を見ていきたいんですけど、最初、例えばメジャー見ていきますか。メジャーですが結構種類ありますね。例えば ACRMS を押すと右のところにメジャーの設定が出てきます。で、下の方に下がるようになってて、こういう風に、プルダウンですね、なりますと。ここを閉じると文字の表示がちょっと大きくなる。これなかなかいいですね。で、今のは縦軸だったんですけども、横軸なんかもありますね。ホリゾンタルの設定です。種類はかなり多い。他のメジャーなんかはこちらはチャンネル間の例えばディレイとか位相とかを測るのもあります。トリガーも見てみます。結構種類多いですね。ソフトウェア的にはかなり新しいものだと思いますので、こんな感じのトリガーがあります。で、最後はクワイヤーの設定ですね。ノーマル、アベレージ、ピーク、ハイレゾモードあります。ハイレゾモードは14ビットと16ビットのモードですね。ただハイレゾモードはビット数高めると周波数帯域は下がります。で、この一番右にあるウルトラアクワイヤーっていうのが、これちょっと珍しいやつですね。ウルトラアクワイヤー設定が少し難しいですね。で、どういった機能かというと、スペクトラムアナライザーで周波数のウォーターフォールみたいのがあるかと思います。それと似た感じですね。ウルトラアクワイヤーはその波形をどんどん、時系列順に表示していく、そんなイメージです。例えば今これ制限波の信号が入っていますけども、ちょっと信号を三角波にしてみます。こういうふうに波形が変わるわけですね。はい。基本的に繰り返し波形のところで使って、例えば鳥が1000回に1回ぐらいおかしい波形が何か装置から出てくるとか、そういったところに使われるそうです。波形の表示は左下から斜め上の方に進んでいますけども、例えばモザイクとかにすると、こういうふうにバババババって並べると。で、他にもウォーターフォールですね。こういうふうに上から下の方にウォーターフォールすると。UI とかの全体的な使用感についてはこのくらいにしておきます。で、次に12ビットの測定についてです。ここまで来て本当に12ビットのオシロスコープなのか気になっている視聴者の人多いかと思います。正直言うと安すぎると。本当に12ビットですかってのが一見自身も気になるところではあります。なので実際に確かめます。今波形はマイナス 2V から 2V の範囲で表示されています。12ビットなのでこれがだいたい4000分割されているわけです。ですので電圧の分解能としては 1mV になります。実際 USB に CSV を出力してその最小の分解能を見れば本当に12ビットのものかがわかります。CSV で保存した後に波形を出力してみました。1マス 1mV なので確かに12ビットでアクイジションしています。ちなみにこれ波形を拡大していくとですね、これ波形としてはかなり滑らかな表示になってますけども、表示自体は保管されていますね。もともと縦の分解能が 1mV で波形を測定しましたので、ここまで滑らかになるはずはありません。おそらくサンプリングしたポイントをこのように曲線で結んで表示している、そういう風な保管をしていると予想してます。これから12ビットの測定について実験していきます。DHO シリーズ常時12ビット測定です。12ビットオシロスコープの特徴なんですけども、波形全体を取った後に細かいところを拡大しても波形が崩れない点に強みがあります。で、これはどんな12ビットのハイレゾオシロスコープでも同じです。例えばの話なんですけど、MOSFET のスイッチング波形、0V から 400V くらいまで触れたとしても、12ビットオシロスコープだと 400V 付近の細かいリンギングとかを見れたりします。そういった測定は8ビットオシロスコープだと
まずできません。なんでかっていうと、8ビットだとこの波形が表示されているところを256分割してますけど、12ビットだと4096分割の電圧分解能があるからです。実験がわかりやすいように、同じリゴルの8ビットオシロと今回の DHO12 ビットのオシロを比較してみます。ちなみにこちらの8ビットのオシロスコープ、一見が個人用で初めて購入したオシロスコープです。これもなかなかいいです。今、制限波の波形が表示されています。これ一見すると普通の波形に見えます。波形を拡大してもうちょっと細かいところを見ていきます。ちなみに縦軸の電圧の設定、横軸の時間軸の設定は2つとも同じです。時間軸を1マス5マイクロ秒に、そして縦軸を1マス50ミリボルトに設定します。実は制限波を2つ重ね合わせた波形でした。さっきのは。1つの周波数の低い制限波の成分と、少し周波数の高い成分の制限波を重ねています。で、このさらに細かくギザギザしているのは、これオシロスコープ自体のノイズの成分です。こんな感じですね。8ビットオシロスコープについても同じように見てみます。同じように時間軸を1マス5マイクロ秒、そして縦軸を1マス50ミリボルトに設定します。これを見てみると、なんか周波数の成分が乗ってそうだなってのはわかるんですけども、量子化誤差との違いがあまりよくわからなくなってしまっています。つまりどういうことかというと、8ビットオシロで波形の細かいところを拡大してみようとしても、量子化誤差でこういう風に潰れてしまうわけです。こういう風に8ビットオシロだとなかなか細かいところの波形を見るというのは難しいです。ですけども、一度オシロスコープで撮った波形を、後で細かいところまで見れるというのは12ビットオシロスコープのものすごく良い点です。本当に細かいところをいろいろと試してみたい場合は、ぜひデモ機をリゴルから借りてみてください。概要欄にリンクあります。次にこのオシロスコープの一番の目玉であるローノイズについて見ていきます。8ビットのオシロスコープだとそこまで気にする必要なかったんですが、12ビットなので波形の細かいところまで見ることができます。ですので、このオシロスコープ自体がローノイズであることが重要です。大体のノイズの振幅を見るためにはどうするかというと、このメジャーで ACRMS を見ます。この時の大体のノイズが 190mV という風になってます。今 10mV の時ですね。電圧をさらに拡大していくと、こうなります。大体40マイクロボルトくらいのなんかノイズの成分があるという風になってます。当然ですが、オシロスコープ自体のノイズを見たいので、入力には何も接続していません。入力のインピーダンス1メガオームなんですけども、50オームに設定します。そうするとさらにノイズのレベルが下がります。こんな感じですね。ACRMS は17マイクロボルト程度になります。これはカタログに書いてある数字とほとんど同じです。ただこれ帯域の制限がかかってます。1マス 1mV だと帯域制限かかってないんですけど、これを500マイクロボルトにすると 250MHz の帯域制限がかかると、さらに小さくしていくと 20MHz の帯域制限がかかっています。なのでこのメジャーのところに表示されているノイズというのは帯域制限がかかった状態でのノイズのレベルになります。次に波形の表示についてです。出たばかりのモデルなので、ところどころバグのようなものが存在します。ただこれ本当に出たばっかりのモデルなんで、そればかりは本当に仕方ないかと思います。ちなみに画面の左下からアップグレードを選ぶと、ファームウェアの更新ができるそうなので、早めのバグフィックスに期待したいです。次に波形の拡大についてです。シングルで一回波形を取って、こういう風に拡大していくと、当然 0V のところはうまくできていますね。ただこういう風に上の方を見ていくとですね、ここで切れちゃうんですね。さっきだとこういう風に上のところまで表示されていたんですけど、こういう風に拡大してやると上のところが切れてしまっていると。で、それを再び元に戻すにはどうすればいいかというと、もう時間軸を移動させるしかないんですね。これ多分バグだと思うんですけど、結構使いにくいです。時間軸を拡大するときは普通に拡大すれば OK です。で、下に戻るときもこういう風にですね、なってしまうと。ただ下に戻るときは、ポジションの0を押せば、戻れますけど、これがね、結構不便ですね。次はズーム機能です。ここを押すとズームに入ります。当然ですね、この時間軸のズームができて、ここにズームしている箇所が表示されます。この時間軸のズームだけしかできないんですね。この縦軸のズームというのをですね、どっか選んでですね、選択的にその波形の
例えば、この部分だけを表示するみたいなことをやってほしいんですけど、その機能がね、ないですね。この時間軸のズームができるってのはいいんですけど、12ビットオシロスコープなので、どちらかというと縦軸のズームに力を入れてもらった方が、これいいんじゃないかなというふうに思います。これはもったいないですね。早めにソフトウェア改善して、この電圧のところのズームができるように早く修正してほしいです。このオシロスコープ出たばかりなので、ソフトウェアの未熟な部分は見逃してあげましょう。次ですね、波形を拡大していくと拡大されないバグがあります。この状態、今何も電圧は測定していません。オシロスコープ本体のノイズを測定しているといった感じです。これで波形を拡大していくんですけど、こういうふうにどんどん拡大していくと。ただ、ある一定のところからですね、この拡大されないバグみたいのがあります。これはですね、ちょっとよくわからないですね。これバグなのか仕様なのか、理由は不明です。詳しいことはわかりませんが、これ以上拡大しても波形の分解能的に見れない仕様みたいな、そんな意味なのかもしれません。これについては使っててもちょっと変な感じがするので、早めに修正してほしいところではあります。リゴルさん期待してます。次はサンプリングの速度についてです。ここに4ギガサンプリングパーセカンドって書いてあります。この4ギガというのは最大のサンプリング速度ですね。チャンネル1つだけで4ギガサンプリングされていますが、これチャンネルを増やすと、はい、2ギガサンプルに減ります。で、さらにチャンネルを増やしていくと、今度1ギガに減りました。チャンネル4もオンにすると、1ギガで変わらないですね。なので合計のサンプルが4ギガ以下になるようにオシロ側で制限がかかっています。ちなみにこちら一番周波数帯域の高い 800MHz のモデルです。ですので3チャンネルで測定するときは実質 400MHz くらいまでの信号しか測定はできません。この 800MHz というのはチャンネルが2つかチャンネルが1つの場合の測定のみです。この4ギガサンプルについては、リゴルオシロのフロントエンド周りの AD チップであったり、あとは信号処理チップの仕様ですね。これリゴルも他のオシロスコープメーカーもやってるところあるんですけど、リゴルは比較的ですね、最高スペック部分をカタログに掲載する傾向があります。なので複数のチャンネルを使った状態でのスペックというのはカタログをよく読まないと正確なスペックはわからないということがよくあります。もちろんリゴル以外にもこれをやっているメーカーはあります。ただですね、これ使う側からすると非常に誤解しやすいところなので改善してほしいところではあります。ここまで実際オシロスコープを使って波形の測定の実験などをしてきました。全体的な感想ですが、価格を考慮するとこの性能というのはかなり高いと感じています。まず12ビットのオシロスコープであること。そして周波数は最大で 800MHz、4ギガサンプルですね。なのでこの価格でこのオシロスコープを買えるというのは、正直言うと一見的には衝撃です。もちろんこれまで紹介してきたところで気になるところはいろいろとあります。そういったことについてはソフトウェアで後から修正できることだとは思いますので、とりあえず多めに見ています。次ですね。こちらのオシロスコープ分解して中身を見てみます。リゴルのオシロスコープの担当者にオシロスコープの外側だけじゃなくて中身を見せた方が絶対視聴者からも信頼されるし、買う人もこのオシロスコープが実際どんなものなのか分かってもらえるということで、無理を言ってオシロスコープを分解してそれを公開できないかっていうのをお願いしました。リゴルの担当者も非常に寛大な方で、それに納得していただけたので早速分解していきます。この分解した中身を見せるっていうのは他のメーカーだと多分無理ですね。リゴルだからできることです。ネジで何箇所か止まっていて、裏の蓋の部分を開けると、オシロスコープの中身が見えます。こういう風に金属製のシールドで覆われています。中身はこんな感じです。アルミの方に電源と冷却ファン、そして基板が何枚かあります。これは電源の分配用の基板ですかね。そしてこちらがオシロスコープ本体の基板の方です。ちなみにネジはもう数箇所外してしまっています。上から見るとこんな感じです。ここにヒートシンクがついているのでおそらく CPU でしょうか。この部分がフロントエンドですね。この下に BNC の端子が4つ入っています。こういったフラットケーブル類も外してしまうとちょっと分解した後に元に戻せなくなってしまうので、こういったケーブル類は取り外しません。こちらのヒートシンク類を取り外してみます。
簡単に概要だけ説明するって感じですね。フロントエンド周り4つあるんですけども、チャンネル4つそれぞれ独立してあると。で、このヒートシンクなんですけども、このヒートシンクでも部屋が分かれるようになってて、それぞれ隣のチャンネルでノイズが干渉しないようになってます。一見の方から回路の詳しい説明とかはしないんですけども、なんでこんなに低価格で12ビットのオシロスコープを出せるのか、それをリゴルの担当者に聞きました。で、理由なんですけども、いくつかありますけど、大きいのが、まず一つ目、自社で全部設計していると。こういったところにリゴルのフロントエンドの ADC のチップ、そういったのは全て自社で設計しています。製造はちょっとわからないんですけども、設計自体は全て自社でやっていると。で、二つ目、部品とかをできる限り共通化していることです。これ DHO4000 シリーズですが、周波数帯域 200MHz、400MHz と 800MHz の3製品、3つの型番用意してます。ですけども、この基板自体に使われているフロントエンドのチップであったり部品は全て共通です。実質生産するのはこの一つだけで良くなるわけです。ですので、その製品に対する製品ラインを少なくできるわけですね。その結果、安くなると。それはソフトウェアで帯域を制限しています。アップグレードのオプションがあるんですけども、それを購入すれば周波数帯域の制限を解除できると。そういったやり方をリゴルはしていて、その結果製品が非常に安く作れるというわけです。ちなみにヒートシンク外すとこんな感じですね。ここにザイリンクスの RTX7 と、ここに6チップの CPU があります。というわけでリゴル DHO4000 シリーズ12ビットオシロスコープのレビューをしてきました。全体的な使用感については全く問題ありません。もちろん数百万円より高いオシロスコープと比べればまだまだと言えるところはありますけども、これ100万円以下で買えますからね。カタログ見てみると 200MHz のモデルが45万3000円、400MHz のモデルが63万6000円、そして 800MHz のモデルが89万9000円税抜きです。今までの12ビットのオシロスコープと比べるとコストパフォーマンスとしてはかなり高い部類かと思います。ただですね、オシロスコープを選ぶときは測定する対象が何なのかとか、そういったこともですね、よく考えてから購入します。垂直分解の12ビット、これについては言うことはないです。周波数帯域も MAX で 800MHz、これも文句なしです。一つだけね、欲しいポイントがあるんですけど、やっぱこのアクティブプローブ周りですね。リゴルのアクティブプローブのラインナップちょっと少なすぎますね。何回も言ってるんですけど、測定には必ずプローブを使います。で、そのプローブのラインナップで選ぶっていうのもですね、あるかとは思います。もうちょっとアクティブプローブのラインナップ増やしてほしいかなってところなんですけど、価格帯から言うとですね、アクティブプローブを使うユーザーを狙うというよりか、例えば学生実験で使うような教育機関であったり、そういったところを狙っているのかもしれません。途中のレビューで少し辛口になってしまった部分はあるんですけども、そこはですね、逆にメーカーには忖度しない方向でやってます。表面上のいいところだけをレビューするっていうのも、できるんですけども、それをやってしまうと結局みんな幸せにならないんですね。いいところも悪いところも含めて正直にレビューするっていうのが、これを出している、リゴルであったり、あとはこれを買う消費者の人にとっても、一番いいかなと思ってます。リゴルについては昔から追っているんですけども、新しいオシロスコープの中では、おそらく一番勢いのあるメーカーだと思います。今後もどんな製品が出るか非常に期待しています。ちなみに今回レビューした DHO4000 シリーズのオシロスコープ、リゴルからデモ機の貸し出ししてます。個人で使うオシロスコープとしては価格は高めです。ですけども、会社で使うようなオシロスコープとしてはかなりリーズナブルな価格設定です。学生実験とかでも十分に使えるスペックです。リゴルの公式ストア Amazon でも販売していますので、もし興味のある人はぜひデモ機を借りてから購入の検討してみてはいかがでしょうか。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。